ご視聴ありがとうございます。最初にクニペックスから限定カラーの製品が2点登場していました。コブラはスレートグレー、ツイングリップはクリスマスモデルの黒にブロンズカラー。最近の限定色商法にはまたかと思ってしまうこともありますが、今回の2色は個人的に目を引いたので紹介です。スレートグレーはベタ塗りっぽい灰色で武骨な感じがかっこよく、ツイングリップの黒ブロンズは確かにクリスマスらしいです。柔らかい印象となってます。限定色にもメリットはあると考えてまして、工具箱の中で目立ちます。あの作業には何色のグリップのこれと色で覚えている道具って私は結構ありまして、特徴的な色の道具はパッと手に取れるのです。わずかではありますが時間の短縮になってます。色を気に入ったら悪い選択ではないでしょう。クニペックスのツイングリップとコブラはもともと評判の良い道具です。限定色はわずかにお高くなってますが、好みなお色でしたら検討されてみてください。さて、今回は10月に購入した製品紹介していきたいと思います。1つ目、メリーのロングハンドルニードルプライヤー。先が曲がっていてつかみ面にギザのないプライヤーです。ホースバンドの脱着に良さそうと選んでみました。メリーは室本鉄工さんのブランドです。そろそろ創業100周年を迎えられる関西の老舗。握り物に特化したブランドで、ニッパーのラインナップの多さには驚きます。近年ではクワガタみたいなカプラー外しやダマスカスカッターが話題になってましたね。全長が 198mm、重量が 97g。非常にスリムなプライヤーです。掴む先もハンドルも全てが細身。同じサイズのクニペックスと比べてみると見た目からしてこれだけ違います。また圧倒的な軽さ。机の上で手遊びをしていて軽く握り込むだけで全体的にぐんぐんとたわみます。用途は限定されるでしょう。形の特徴としてはグリップ部分が長いです。合わせ位置がこれだけ先端側に寄ってます。口先は大きく開かないで使う道具ですね。口先のアップがこちら。つかみ面にギザはなく、またフラットというほど綺麗な面は出ておりません。ぐっと握ってみますと触れるのはほんと先端付近のみ。口先は 40mm ほど開きますが、実用的に使えるのは 20mm ちょっとと思います。外せるリターンスプリング付き。連続作業は得意です。グリップはゴムのコーティング。深い赤にメタリックの入ったカラーがかっこいいです。あまりベタベタしないさらっとしたタイプのグリップですね。実際に使ってみました。用途はお伝えしたようにホースバンドの脱着です。私にとって頻度の高い作業ですが、ある時普通にプライヤーで作業していたら知人が傷入るの嫌だよねとぽつりと言いまして、それまで気にしたことはなかったのですが、よく見ると確かにホースバンド、傷んで錆びているものが多かったのです。つかみ面にギザのないクニペックスのダックビル、テレフォンプライヤーを使ったこともありましたが、ストレート形状から使えなかったり、口の開きが足りなかったり、少し太すぎたりと用途には合わず。このメリーのプライヤーでは滑るかと心配もありましたが、オートバイで使う小さなサイズのホースバンドであれば問題なく掴むことができてます。少し張力が強く開き気味のバンドにも曲がり部分付近を利用して掴めば滑りません。これはストレート形状にはないメリットでしょう。こういったタイプのホースバンドは少し苦手です。開くことはできますが、最初の一発で確実にというわけにはいかず、これ一本で全てこなすってアイテムではなさそうですね。目標を達したかというとよくわからず、結局つかみ面は鉄ですし、そこまで整ってはいません。ツルツルなフラットではないので相手への攻撃性があるっちゃあるんです。ホースバンド無傷ってわけにはいかなそう。悪くなさそうですが、どうしようとはなっています。ホースバンド以外では今のところ用途は見出せておりません。つかみ面の攻撃性低いは低いですが、樹脂のつかみ面と比べてしまうと扱いは難しいですし、普通のプライヤーとして使うとやはり滑りますので用途は限定されています。先が細いので大きめの E クリップ外したりにはもしかしたら便利に使えるかも。また力がかかりすぎませんので基板から部品を外す時のサポートに悪くなさそうと想像をしています。
これからいろいろと使っていきたいですね。気になった点として、少し使った段階で合わせ面から小さいですが鋭利なバリが飛び出してきまして、指に刺さって痛かったです。最初にペーパーかなんかで鳴らしておくと良いかも。私の答えの問題とは思いますが、ご留意いただきたいポイントとなってます。メリーのロングハンドルニードルプライヤー、気に入った道具です。グリップの色とか形とか好きなタイプの道具でした。メリーに持っていた印象が変わったっすね。機会ございましたら手に取られてみてください。2つ目、ワールドインポートツールズの渋1ミニビットフレックスラチェット。最近ポツポツと見かけるビットホルダーに装着できるラチェットヘッドです。特徴としてはロッキング機能を有するフレックスヘッドというところ。首を振って障害をかわせます。用途的にこれ EDC が主になると思いますが、出先でのピンチを救ってくれる道具となりそうです。もう一つの特徴としてレザーマンで使えます。フラットビットとかラージビットと呼ぶのかな。ビットホルダーに差し込むところが一般的な渋1ヘックスの上下を落とし薄く平らにしてありまして、普通のビットホルダーでも使えるし、レザーマンのシステムでも使えます。こんな感じに取り付けることでレザーマンのマルチツールにさらに機能を足すことができます。ヘッドはよく見る台湾系っぽいコンパクトラチェット。ギア数は72枚。操作感は至って普通で華奢な印象で回ります。ビット保持はバネで引っ掛けるタイプ。指で送りやすいギザついたリング付き。切り替えレバーは大型かつストロークが短く使用感がいいですね。フレックスの操作部分がこちらです。ボタンを押してロックを解除。7つのポジションから選べます。ロックボタンは離すとバネで戻りますので、首をフリーの状態で使うことはできません。使ってみて便利な道具です。これがあるとないとでは EDC ツールでできることの幅が違ってきます。PB、インサイダーなどドライバー型ツールの弱点、トルクをかけられない問題を解決します。いざって時に対応ができる。これは素晴らしいですね。ただ少し弱さは感じました。今私が使っているラチェットヘッドと比べやはり華奢。フレックスの利便性よりも頼りなさの方を強く感じてしまいました。このサイズですからそこまで力かけることもないと思いますが、試しに30かけようとトライして怖くなって20ニュートンほどでやめました。20ニュートンちょっとでギアも軽く引っかかったっすね。今のところ壊れてはいませんが M6 のボルトくらいまで15ニュートンくらいに抑えて使うのが良さそうという感想です。それから長さは気になりました。私が使っているラチェットヘッドと比べるとこの長さ。推測なのですが、この長さがないとレザーマンにつけて使うときにレバー操作ができないなどネガが出るのかも。単体で使えそうなどメリットもありそうですが、 EDC 持ち運ぶことを考えると気になる大きさとなってます。ワールドインポートさんの渋1ミニビットフレックスラチェット。これだけの多機能は魅力的です。ただ詰め込みすぎるとブレる部分が出てくるとも感じた道具です。フレックスが必須な方には良い選択となりそうです。レザーマンのシステムをお持ちの方にも良いでしょう。用途に合いそうでしたらお試しください。ご視聴ありがとうございました。当チャンネルではこんな感じに道具の紹介をしております。お時間ございましたら他の動画も覗いていってみてください。皆様には再びお会いできますことを願っております。それでは次回まで。せや。